こんにちは、アンドクラフト 3D です。今回はこちら、ネットフリックスで独占配信している復讐のレクイエムに登場するザク2 F 型ソラリキの HG ガンプラを製作してみましょう。今回は成型色を生かした仕上げでウェザリング。何気にウェザリングは初めてですな。そして UV ライトで発光と当チャンネルでおなじみのミニクレーンでの組み立て風景と可動試験、そして劇中に出てこないっぽいカタパルト発進。カタパルトを空中効果っていうかなんかそんな感じ。それでは行ってみましょう。まずは箱を開けて驚きの超絶ディテール&色分け RG ですよねと思っちゃいますが、見ているだけでも飽きないですが、それだと動画にならんですな。というわけでサクッと組み立てるとこんな感じ。とにかくパッと見上半身のマッチョ感がすごい。説明書などの立ちポーズだと棒立ち感があったのですが、自分好みの立ちポーズにしたら想像以上にかっこよく見えましたです。色分けで特に気合が入っているのがズネ周辺のパーツ。足の白いパーツ部分はかなりデカールを貼りまくりなところなので意外とシンプルな造形ですね。ちょっと気になるのが本体色。カレーライスくらいの茶色ですな。と思うくらいに茶色いのですが、ウェザリングをすれば派手すぎない感じの茶色になってくれるんじゃないでしょうか。今回も簡単仕上げで塗装箇所はかなり少ないですが、まずは塗装をしていきましょう。刷毛塗りは下手なのでマスキングしてエアブラシで塗装しますが、塗装したところは肩アーマーのスパイク部分とヒートフォークと物合いのみ。本当に少ないですな。ヒートフォーク部分は蛍光塗料を塗って UV ライトで光るようにしましたです。そして物合い部分の塗装、ここはシルバー系を刷毛塗りして、その後で蛍光ピンクを刷毛塗りして、乾燥後にサンドペーパーではみ出たところを削って完成。 UV ライトで照らすとこんな感じで光ってくれますです。次にデカールを貼り付けていきましょう。デカールに汚しの表現がされていますが、今回は後からウェザリングで汚すので肩周りなどの必要なマークのみを切り出してみますです。この汚しの表現のデカールもよくできていてもったいないですが、カットしていきましょう。貼った後に面倒だし切り抜かなくてよかったかもとちょっと後悔。ガンダム EX のデカールに続いてデカールの段差が気になりそうな部分はシールの余白をカットしてますです。マジで小さすぎ、老眼には大変すぎ。足部分のデカールは段差がありますが、まずは貼り付けて、その後に段差部分でカットしますです。爪楊枝で中から外に空気を押し出しながら貼り付け、爪楊枝の跡が残らない程度に押してあげてますです。最後にシールド部分のデカールを貼って艶消しトップコートを吹いた後でウェザリングをしていきましょう。ウェザリングはエナメルではなく、最近ネットなどでもよく見かける水性でチャレンジ。実は1年以上前に作った墨入れ用なので配合比は不明。時間が経ちすぎてもはや謎の液体なので薄め液で好みの濃さにして、あとは墨入れしやすい程度にマジックリンを追加。今回はウェザリング用なのでかなり薄め液で薄めてますです。こんな感じで適当にバシャバシャと塗っていきますです。水性だがあれこれ作業してると意外と乾くのは早いですな。よく考えたらまともにウェザリングっぽいのは初めてなので、ぶっつけ本番なことに後から気づく。気がつくの遅すぎですな。ウェザリングついでに墨入れできるので普通の墨入れより楽に感じますですね。乾いたら綿棒で重力方向を意識して拭き取り、拭き取り用の綿棒はダイソーのメイク用綿棒を使ってます。
そしてせっかくなのでドライブラシもやっていきましょう。ちょうど良さそうな色がこれしかないのでラッカー系塗料を使用しますです。ハケは使い古しのボサボサ。塗料は硬くなってたのでちょっと薄め液を加えてハケに染み込ませたらよく拭き取りますです。あとは加減をしながら塗っていきます。ラッカー系のせいかすぐに乾いて塗りにくいですな。あり合わせの塗料ですがなんかいい感じになってきましたです。おお、意外と面白くてたくさんやってしまいそうですな。最後に艶消しトップコートを吹いて完成なのでいよいよミニクレーンでの組み立て風景行ってみましょう。まずは下半身。今回も自作の可動テスト装置で足を取り付けて動かしてみましょう。実は膝の可動軸とももの可動軸の位置が微妙な位置関係。このままでは可動テスト装置で動かないのでももの可動軸を左と右で入れ替えてあげますです。これで可動軸が可動テスト装置で動かすのに程よい位置関係になってくれましたですがうまく動くでしょうか。それではテスト装置に取り付けて可動テスト開始。今回はうまく動かないかもと思いましたがなんとか動いてくれましたです。次に上半身のミニクレーンで組み立て風景行ってみましょう。足の次は腕の可動テスト。腕の方は特に大丈夫そうなのでこのまま可動テスト装置に取り付けますです。それでは可動テスト開始。それではちょっと小休憩で可動範囲などを見ていきましょう。まずは腰回りの可動。2箇所にボールジョイントがあり各可動範囲は少なめですが一通り動きますです。横方向と上方向はほとんど動かない感じですね。次にヘッドパーツ。ヘッドパーツはこんな感じで根元は一軸でその上はボールジョイントになっていますです。物合い部分はヘッドパーツ下のレバーで左右に動いてくれますです。物合いが動くとかなりかっこいいですな。首周りは可動範囲が少なめですが顎を引いた状態や顎を出した状態にもでき一通り動いてくれますです。次に腰アーマー部分。前の腰アーマーは一軸だと少ししか動きませんが
アーマー家具にもロックされた一軸がありますが、こんな感じでロックを外すのがかなり固めでした。金べらなどでこじると簡単に開きましたです。壊さないように要注意ですな。前の腰アーマーのロックを外してあげると可動範囲がかなり広くなりますです。横の腰アーマーはかなり開いてくれますね。足の根元は最近のガンプラでは定番っぽい可動軸が2軸あるスイング機構のおかげで開脚や全方向の可動範囲も十分ですね。折れやすそうなところなので取り扱い注意ですな。後ろの腰アーマーは固定で動きませんです。そして膝部分の可動もこんな感じの二重関節で可動範囲も広め、この可動した際に見える中の部分の作り込みのよくできていますな。そして足部分、足の根元は一軸とボールジョイントになっていますです。そのおかげで横と上下方向もかなり動いてくれますです。足の甲の部分が足を上に動かすときに連動してくれるのがいい感じですな。足の裏は肉抜きされているもののスラスターっぽい造形もあり、足回りの確か吸着地雷を無効化するための凹凸処理でツインベリットコーティングという名称だったと思いますが、ここはデカールですがいい感じに表現されていますね。そして肩周り、肩の根元は一軸で引き出しが可能で、さらにボールジョイントでかなり動いてくれますです。なので腕の内側も十分な可動範囲ですな。さらにショルダー部分の根元もボールジョイントで、シールド部分もかなりの自由度がありますね。ショルダーアーマー部分はボールジョイントに加えてアーマー下の黒パーツも一軸で稼働しますです。腕周りはシンプルな構造でぐるりと回転しつつ、肘も二重関節で十分な可動範囲ですね。腕を上げた状態もほぼガンダム EX と同じくらいの可動範囲。90度までは動かないが十分な可動範囲ですな。今回は成型色のままでウェザリングをしてみましたが、そのおかげでカレーライスっぽい本体色もいい感じの茶色になってくれましたです。それにしても360度どこから見てもパネルラインがぎっしりですな。赤のショルダーパーツと黒系のパーツにドライブラシをしてみましたが、かなりがっつりとドライブラシで表現したつもりが、艶消しトップコートを吹いたらかなり落ち着いたドライブラシの表現になりましたです。最後に武器類、マシンガンはディテールがかなり細かいですが、ドライブラシを施したらさらにディテールが強調されていい感じになりましたです。そしてヒートホークもかなりの超絶ディテール。今回は刃の部分は UV ライトで発光しますが、発光してない時は錆びた鉄っぽい色をイメージしてみましたです。ガンダム EX に続いて HG なのにかなりの超絶ディテールとほぼ2000円の価格に大満足というわけで、いよいよ完成編いってみましょう。There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back.
作2 F 型空力いかがでしたでしょうか。お時間ありましたら他の動画も見て楽しんでくださいね。今後もこのシリーズを増やしていきたいと思いますので、チャンネル登録高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。それでは次回をお楽しみに。